生ようこそ。今日はですね、オレゴンワッフルでございます。このオレゴンワッフルはですね、知る人ぞ知るワッフルトレーナーよりも前に、ワッフルソールを装着したスニーカーです。で意外にですね、実はこのオレゴンワッフルっていうのは、ロングセラーでございまして、実に6年もの間販売されてたんですね。やっぱりそれだけ歴史が長いとですね、いろいろディティールも変わってきますんで、こんな形で各ね、時代の、オレゴンワッフルをご用意しておりますので、最後までね、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。オレゴンワッフルのほぼ全てがわかると思います。それでは最後までよろしくお願いいたします。オレゴンワッフル、はい、こちらがオレゴンワッフルの初期型でございますね。はい、今日はちょっとオレゴンワッフルのね、歴史ということでね、ちょっともうずらっとね、歴代オレゴンワッフルみたいな感じで一応ね、ご紹介したいと思いますけれども、まずですね、このオレゴンワッフルを語る前にですね、オレゴンワッフルっていうのはこう、一応ですね、このワッフルソールが、初期一番初めにこうついた商品化されたものと言われているんですけれども、実はですね、これの前にですね、この間サザビーオークションというね、オークションでも紹介されましたけど、もともとはですね、ムーンシューという、ワッフルソールを開発した1971年にバウアーマンが、バウアーマンの奥さんがですね、バウアーマンというのはもともとフィルナイトと一緒に、ナイキの一緒に創業した方なんですが、その方がスニーカーを作ってたんですけどね、そのバウアーマンの奥さんがですね、ある日キッチンでワッフルメーカーね、ワッフルってお菓子ありますよね、ワッフルを作ってて、このワッフルの形、この形ってクッション性にいいんじゃないかとバウアーマンがその奥さんの料理を、見てるのに思いついたと、言われてるというか、本当にそうなんですね。でそこで、ワッフルの機械に、ゴムを流し込んだりとかしながらいろいろ開発させて、このワッフルソールっていうのができまして、当時ね、もう本当に、スニーカーシューズはですね、波型だとか、溝があるだけみたいな感じのシューズが多かったんですけども、バウアーマンはね、この地面と接するクッション、このクッション性になんとか優れたものがないだろうかといろいろ考えた末、これを思いついてスニーカーにくっつけようというふうに思ったんですね。そしてそのできたのが、私本物持ってないんでお見せします。模型ですが、はい、チビシューズです。はい、こちらムーンシュー、これがですね、この間ね、ちょっと記憶に新しいんですけど、サザビーオークションでですね、世界にね12足しかないうちの唯一デッドストックの1足っていうのがサザビーオークションに出まして、なんとこれの本物が、43万7500ドルで落ちて、日本円でいうと4740万円というね、とんでもない価格で落札された金額、本物はあった。これはね、それのですね、忠実に作ったミニシューズですね。これもすごいでしょ。このシューズが、一番初めにワッフルソールを、くっつけまして、でこの後ですね、いろんな、シューズに、試されるんですけども、その頃アメリカンフットボールなんかでもですね、ワッフルソールを試させてね、72年ぐらいにも試合で使ってみたりとか、いろいろそういうサンプルシューズはあったんでしょうけれども、それがね、後にアストログラバーになっていくんですが、そんな中ですね、その後オレゴンワッフルというこのスニーカーが開発されました。これがね、1973年の後半、だいたいね、1973年の12月にですね、アメリカの当時ジョギング雑誌とかの広告にですね出始めたんですね。これね、クロニクルに載せたんですけど、こういう感じで、こんな感じの広告でね、赤白っていうのがよくわかりますね。この後期がこの黄色緑なんで、ちょっと白黒でもね、はっきり数字が白なので、これ赤白だなというのがわかるんですけども、これが、1973年の後半、12月に12月号に載ったってことは、普通に考えてね、11月ぐらいに撮影してますから、その頃には発売されて使われてたんですね。で、これ見てください。赤白のアッパーにオレゴン大学のカラーグリーンのソールという、
まるでトマトみたいな感じですね。はい、これもなかなかねすごい斬新なカラーなんですけども、はい、こちら筆記体の R マークなしですね。で、こちらの方が、初期モデルになりまして、ここのがまだ青いスペンコソールが、中のスペンコソールが敷かれてない。これの次のモデルが一応後期モデルとしてスペンコソールがついてますね。はい、ただしね、これはですねもう本当にもうごく、1年もう1974年のもう12月にはもうこちらの方の、カラーに変わってます。だから73年のもう大体こう秋冬ぐらいにこれ発売されて、もうこれが、すぐこちらのカラーになるんですね。そのきっかけもどうやら、フィルナイトがですね、当時の創業者のフィルナイトがプリモントリオールが、結構派手なカラーでスパイクであるんですけども、そのカラーが結構魅力的でおしゃれだなということで、そんなことだったらオレゴンワッフルもそういうふうにちょっと入るようにしようよっていう形で言い出したのがきっかけと言われてます。でこれがオレゴンワッフル、こちらが有名なカラーなんですね。はい、こちらが1974年の、後期にはもうこのカラーになってまして、これが俗に言うセカンドモデルですよね。これもまだ R マークがないですね。はい、ここにね本当はブルーの中敷きのものがあるんですけど、ほぼこれと形は変わらないです。はい、で今度こっからですね、次はちょっと大きく変わるのがこちらのモデルになるんですけども、 R マークが、ここでつきますよね。はい、でR マークがつくのが大体75年から6年の間ぐらいと言われてるんですけども、それよりもうちょっと前ですね。前にですね、実はですね、各いろんなスニーカーが結構変わってきてるんですけども、この要はヒールカップの形状が昔のスニーカーって大体こういう形だったんですね。はい、この時もそうですね。こっからですね、マイナーチェンジというよりはスニーカーの進化といったような形ですよね。そんな形の位置づけなんで、ナイキの方もそんなに大きくこういう風に変わりましたっていうのを広告でも出してなくて、しれっと変わっているというか、しばらくずっと、どちらかというともうこれが広告に使われてたんですけども、その間にしれっと変わって、こちらのヒールカップ、こんな形でですね、かかとのところが潰れにくくなりまして、潰れにくくなったというかね、ガードされてるって感じですね。はい、それが、こんな形で変わっております。だから要はヒールでいうとこういう形で変わってね、なんとなくやっぱり配色が派手なもんでちょっと印象も、変わってくるんですけども、これが、3タイプ目になりますね。で3タイプ目と言いつつもですね、次は、これオレゴンワッフルっていうのはこのワッフル、ソールがなかなかのですね販売力を持ってましてですね、すごく長く売られて、これ日本でも実はずっと売られてまして、なんとこれはですね1979年ぐらいまで、だからもともと1974年のね73年の終わりぐらいから始まったんで、もう6年も長くですね、こちらブロック体なんですけど、ロングセラーということでですね、売られてます。なのでこんな形でこういうふうに、赤白からですね、こちらの、黄色緑約たった1年ですね。でここからこれはもっと逆を言えば、1年半年弱ですねの中で、ヒールカップが変わったので、これはね個数的には本当に結構希少ですよね。ただロットが増えてきたっていうのもあるので、やっぱり赤白の方が数が少ないですけど、赤白もね今まで 4,5 足ぐらいしか見てないぐらい、数が少ないですね。でこのカラーになってこちらのモデルになるともうかなり、世の中で売られてますので結構多いんですけどね。なので面白いんですけども、ちょうどこの、オレゴンワッフルが発売された頃、1973年の後期ぐらいにですね、やっぱりナイキの一つの転機があったんですね。ちょうど、フライトだとかですね、オーボリス・スウェードとか、スーパーコルテツみたいな、レアシューズの昔のシューズがありますけど、その辺がみんな生産中止になりまして、在庫販売はしばらくしたので、結局はナイキクロニクルのね表ではフライトウェットもねしばらくそれを長く売られてる感じになってますけども、基本は作ってなく在庫販売みたいな感じをしてまして、
ちょうどここのところで1973年の後期に、ちょうど赤白オレゴンが発売される頃にラインナップが、少し変わってきてますね。発売中止のスニーカーが増えてきました。でまた、ちょうどこちらの方に、色が変わりまして、1974年の後半ですね。この頃に、このカラーがこうやって変わるんですけども、ここで新しく開発されたのが、同じワッフルソールが大成功を収めているので、オレゴンワッフルでそこにできたのがワッフルトレーナー。後に今度また、別では紹介するけれども、こちらですね。これワッフルトレーナーのファーストなんですけども、大堀のアッパーにこうやってワッフルソールをつけた、ワッフルトレーナー、こちらの方が1974年のですね、だいたい9月ぐらいに、ちょうどこのカラーが変わる頃くらいですよね。これがちょうど出る頃に、こちらが販売されます。で、少し派手にしようよという形でこのカラーになって、ただもうこの頃にはですね、ワッフルトレーナーもだんだんこうヒールカップが、もうちょっとヒールカップでかくなるんですけども、このヒールカップの進化がナイキも見られてきまして、早速オレゴンワッフルの方は、こうやってヒールカップをこうやって変えます。当時この後ワッフルトレーナーも赤白に変わっていくんですけども、その時もヒールカップがこうやってどんどんまたね大きくなったりしていくっていうテクノロジーの進化もあって、我々、マニアからしたらですね、コレクターからしたら、仕様違いということでマイナーチェンジしてるっていう形で、コレクションアイテムになっております。というわけでこちらがオレゴンワッフルの、歴代のシューズたちでございましたね。これは当時ですね、本当もう23ドル、だいたい23ドルぐらいで売られてたスニーカーなんですけどもね、大変羨ましいですよね。当時のこういう、もうオレゴンワッフル、だいたいこうね、みんなヒールカップが小さいやつで宣伝してますけども、こんな形で一押しアイテム、そしてロングセラー、かなりのロングセラーのスニーカーになりました。はい、今日はオレゴンワッフルについてお話しさせていただきました。こんな感じでですね、いろんなスニーカーをピックアップしたりですね、いろんなカテゴリーの中、ちょっとこのナイキのスニーカーばかりですけれども、ちょっと深く掘っていきたいなと思っておりますんで、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。